3ヶ月で200キロまで上げるっていうのは実際可能ですか？全然可能だ。1ヶ月でも十分。練習計画表で、はい、なんとなくやるんじゃなくて、この時期にこれを狙ってやるっていう。はい、ということで、はい、本日は新企画、僕が3ヶ月でスクワット200キロを達成しようという企画の、第2弾の動画になります。本日はスクワットを3ヶ月で200キロに到達させるために、スクワット先輩、東京オリンピック日本代表の山本俊樹選手に、いろいろ聞いてみたいと思います。オリンピックまで残りわずかな期間で、来週から合宿に行ってしまうということで、なかなか貴重な時間を、割いていただいております。ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。この動画で僕以外にもスクワット今やってて、スクワットだけじゃなくても伸び悩んでて、重量を増やすにはどうしたらいいのかっていう段階にいる方がすごい多いと思いますので、多くの方の参考になればと思います。ではよろしくお願いします。お願いします。率直に僕今スクワットが 1RM が2月に測った185キロで、それ以降測ってないんですけど、ここから3ヶ月で200キロまで上げるっていうのは実際可能ですかね？全然可能だ。全然可能ですか？1ヶ月あれば、トレーニングの仕方次第なんだけど、はい、1ヶ月でも十分。1ヶ月でその自己記録を15キロアップさせることですか？そう。は全然可能だと思う。で、そのトレーニング内容はまた話すんだけど、1ヶ月ででも200キロまで到達したとして、でそれが本当にその自分の能力として定着してるのかっていう部分が重要で、そのトレーニングの仕方っていうのも、その一発を上げるためのトレーニングをしていけば、それは一発は上がるわけ、でもじゃあ俺がいつも言ってる、いつでもどこでも300キロみたいに、本当に自分の力があって、でどんな状況でも300キロが持てる、これって本当の自分の力なんだよね。調子が良くても悪くてもってことです。そうで、加賀君には3ヶ月間かけて、そのいつでもどこでも200キロできる状態、それぐらいまでのコンディションに仕上げてほしい。なるほど。そうなると1ヶ月じゃなくて3ヶ月しっかりやった方が、その加賀君にとってその定着した、力になるから、ピーティングの仕方で、パフォーマンスをどんどん引き出していくっていう、やっぱり試合に向けて誰でも調子、ウエイトリフターでも上げていくんだけど、その過程で、調子が上がってくるのは当然、でもそれは試合に向けてだから。でもスクワットの部分ってそうじゃなくて基礎的な部分だから、その1回鍛えた筋力っていうのはずっと維持した状態で、じゃあ次の自分の専門種目に移っていきたいっていう部分で、だからそういった、基礎的な筋力として、200キロやってほしいかな。トレーニングを重ねて200キロに到達して、そこからその自分の実力、不調の時でも体調がいい時でも、いつでもどこでもその200キロを立てるようにするためには、どういったトレーニングというか必要ですか？でそれを3つ大まかに分けると3つで、1つ目が筋肥大筋。以前にもらった。そうだよね。これ見ながらやるか。俺もこれ開いてるんだけど、これでも公開しちゃって、このままやるとなんかあれだから、ちょっとスクワットの部分を切り抜いてみたいな。ちょっとこれは超有料級ですね。これ YouTube で公開しちゃっていいですか？全然軽くだったら全然で、今加賀君に渡した資料の中で、ピリオダイゼーション、ごめんT シャツが受けた音今度そうだね、タイとかすごいかっこいいで、練習計画表で、なんとなくやるんじゃなくて、しっかりこの時期にこれを狙ってやるっていう、でピリオダイゼーションで木分けで3つに分けてやっていけばいいと思うんで、3つですね。で最初の1段階目は筋肥大期っていうのを設けてて、でこの筋肥大期はだいたい3、4週間、だから1ヶ月、
これを8回から10回のところで、高レップで筋肥大を狙っていく期間を作る。でこのセット数に関しても、その選手によって体力も、バラバラだから、加賀君が、やってみて、最低は5セットぐらい、最低5セット、から、8セットぐらいやればいいのかなっていうところですね。でこの筋肥大期、3週間4週間やったら次のステージに移って、で次は基礎筋力期、5回をベースにこの神経系で、刺激を強めて筋力の基礎を向上させていく期間っていう風に、僕なんかは作ってて、でこの期間になると、5本の、レップマックスを狙っていく形、例えば 5×5 でインターバルスクワットをやってるんだけど、この期間に当たってて 5回5セットで行っていくんだけど、5セット組む場合は最初例えば加賀君だったらどれぐらいで組もうと思う？ 5×5 だったら、だいたい150キロが155キロくらいかなっていうが今のマックスかな。それをこう5セット組む感じ。その重量としてはその、毎セット 5RM というかギリギリ5レップできる重量にセットっていうよりも、最初の1セット目は少し様子見で、自分のやりたい重量から10キロ下げたぐらいで組んでいく感じかな。10キロくらい、でそこから次の2セット目から重量を増やしていって、でまだいけそうだったらこの3セット目にピークを持ってくる。3セット目にピークを持ってくる、ちょっと山を作ってあげるんだよ、セット間で。その5セットの中で山をそうで、これも3週間4週間やってもらって、で常に山を作り続けるんじゃなくて、調子が上がってきたり、力がついてきたなって思うと、この山をさらに高くしてあげる。4セット目もう少し高い山を作ってあげる。3セット目でその狙った重量が結構軽く立てちゃったら、4セット目でさらにで5セット目は少し落としてあげたりとか、そういう風に少しずつ山を高くしていく。で次のトレーニングの時にその4セット目にやった重量を3セット目に持ってきてあげる。次のトレーニングで、そうするとベースが上がってくるから、それを調子を見ながら、狙っていくって感じでやっていけばいいと思います。これが基礎筋力期の基礎筋力期のトレーニングで、次の、最後の、3ヶ月目の期間は最大筋力期。ここで2ヶ月間かけて、筋力を鍛えてきたから、筋肥大期、基礎筋力期できて、ここから、1本につなげていくトレーニングにするんだけど、ここは1レップから3レップでもできるだけ3レップでやってほしいかな。3レップで、でここでどんどん重量を狙っていくような練習をして、ただここで200キロを狙ってるからといって200キロを狙いに行くんじゃなくて、1本から3本ってことは、3本で、1本換算で200キロをやるような換算仕方でいいと思うんで、3レップで185ぐらいやったら多分200キロ1本換算だとできてる計算じゃないか。3本の場合の200キロはだいたいこの辺り。そうだね、182.5 キロ3発やった場合に1本換算でだいたい200キロ、185キロを3本立たないといけないですね。そうだね。だから今のベストを3発やらないといけないところで、そう考えると結構壁が高く感じますね。そうだからやっぱり計画的にで 1ヶ月目2ヶ月目やっぱりそういった正しいトレーニングの組み方が必要になってくるのかなってところで、パフォーマンスを上げていってで立つのもできるんだけど、やっぱりこうやって定着させないといけないから、
だからクロスフィット選手だとクロスフィットのトレーニングやっちゃってもう筋肉どんどん減っちゃうっていう状態になっちゃうかもしれないんだけど、でもそれでもそのクロスフィットのトレーニングやっても全然200キロは立てますよっていう状態を常に、キープしとかないといけないから。大体8セットくらいですか？そうだね、8セット 3×8 セットをやったら十分かなっていう、これは山は作らず、これも山作ってもいいし、はい、作らなくてもいいし、その日のコンディションでいいと思うし、ここになってくると扱う重量が重くなってくるから怪我のリスクもあるから、だからその日コンディションで、見極めながらやってもらったらいいと思う。週何日くらいのスクワット？最低は2日。最低2日、でコンディション次第で3日やったら十分かな。それ以上やっちゃうとやっぱり怪我しちゃうし、トレーニングあんまり効果なくなってくるから、あんまりやりすぎるのも。そうだよね。週にそれぞれのフェーズで週3日、このメニューを組み込んでそうだねいくっていう感じですかね。なんかそのトレーニングの頻度をセッティングするのって結構難しいなというか。そうだね。だからこうやって週2回3回って決めてても、もう疲労感が強かったら全然その日はトレーニング変更しちゃったりもいいし、逆になんか前の期間に戻ってもいいんだよ。筋肥大期に戻ってみたりとか、だからそういう風になんかうまく組み合わせてできるようになったらいいのかなと思って。じゃあこれになんか縛られるというよりはこれを参考に自分の体の調子を見ながらっていう。だから真面目すぎるとダメなんだよね。なるほど。今日決めたからこれやらないといけないってなっちゃうと使命感に駆られちゃって、そうじゃなくて3ヶ月間あるから3ヶ月後に結果を出せばいいから、だからあまりそういった使命感を持たずに自分が今何が必要なのかっていうのをちゃんと見極めれるようになったらいいのかなと思って。でも俺もこうやって科学に言ってるけど自分もそういう時あるから、今日これやらないといけないって思っちゃうと突き詰めちゃって、で結局肩痛めたりとか、股関節痛めたりとか、全然あるから。僕去年その 5×5 やってた時期があって、その時にその少しずつ重量を増やしていこうで2日に1回やろうと思ってやってた時期があったんですけど、それを一旦決めたらそれを守らなきゃと思ってやって、結局股関節痛めてみたいな、しばらくまた出来上がってみたいなことが去年あったんで、確かにそれは本当に納得しますね。本当に。じゃあ自分のその体調とか、その体の調子を見て前に戻ってもいいし、休みにしてみたいな、頻度下げてみたいなのもありっていう。だって 3×8 の時って結構重量持てるけど、でも筋肥大期だと 10発とかやってる時だとそんなに重量持てないから、だから関節への負担は少なくなるから、関節の負担がねやっぱり最大筋力期のその出力高めていきたい時はどうしても出てくるから、だから今日は筋肉にだけ刺激を入れたいと思ったら10レップとかに戻してあげたら理想的だよね。ちなみにスクワット以外の補助種目というか、やっておいた方がいいメニューとかって種目とかってありますか？あとはレッグプレスなんかと組み合わせるとすごい良くなると思うんだよね。今日ちょっと追い込みが足りなかったなっていう部分があればレッグプレスを使えば、体幹とか腰の怪我のリスクを避けながら、足に負荷をかけれるから、だからそういう風に組み合わせていけばいい。そのレッグプレスをスクワットやった後に補助種目として、プラスするときにどういった感じでレッグ数と重量を決めていけばいいですか？レッグプレスを扱うときは基本的に10本1セット10本でやっていくんだけど、で、重量の上げ方は、結構適当で、プレートを1枚ずつ足していってでつけ切って、でもうここで限界だなっていうところで2セット限界のところで2セットで、そこで終わりじゃなくてそこから1枚ずつまた外していくときにまた
1セットずつやっていく。そのマックスに行くまでも全部10レップずつやってって、でマックスの状態で2セット10レップやって、そこからまたプレートが全部なくなるまで10レップずつやっていくっていう。だからまあ最低10セットぐらいはやると思うし、トータル100レップは超えてくる、だから強い選手なんか20レップぐらいやると思うんだけど、まあけどやっぱ座席に座って体幹に負担かからないっていうのは、確かにすごいレップ数できます。多分めっちゃきついとは思うんですけど。めっちゃきついけどね。それと組み合わせるとすごい、飛躍的にこう記録が向上すると思うんで、めちゃくちゃ有料級な、これを僕が実際にこの3ヶ月でこのメニューやって200キロ取れる気がしますね。取れる気がするというか、なんか、加賀君でもフォームがうまいからね、やっぱりそうです、このトレーニングってやっぱり大前提としてそのフォームが出来上がってることは絶対だと思うから、みんながみんなやって記録が伸びるわけじゃないと思うんだよね。その基礎的なやっぱりそのフォームが身についてる人が実践すれば伸びると思うから、こういったフォームが理想的っていうのってありますか？やっぱりトレーニング量が多いから、やっぱりどうだろうな、ローバーよりもハイバーの方が状態が立ってるから。まあけど僕ローバーでそもそもスクワットやったことがあんまりない。そうか昔野球やっててその時にスクワット始めたんですけど、その時からもうハイバーでしか今までやったことないですね、担ぐ位置が。だから多分練習とかいつも見てるとやっぱりうまいもんね。そうです、めっちゃ嬉しいですね。だから多分このどんどん動画出ていくんだろうけど、加賀君のスクワット本当に理想的なスクワットだからめちゃくちゃ嬉しいです、だからこのトレーニングの組み方次第で本当に伸びると思う。いやそれはすごい楽しいというか、嬉しいですね、励まされますね。まあこのメニューをやるそのハイバーで深さとかって、フルボトムというか、まあそれもまた人それぞれだろうから、まあなんか真似して深い位置までやったりとかじゃなくて、自分のそのできる範囲で切り返してあげればいいと思うんだよね。やっぱり深くしゃがもうと思って骨盤がバッドウィンクっていうのかな、グッと落ちちゃって、でそれで怪我につながるパターンもあるから、だからそれはもう自分の一番切り返しやすいところでやったらいいと思う。個人的な質問なんですけど、ボックススクワットってメニューとしてはどうですか？で、もっと言ったらね、このバックスクワットと、レッグプレス、この3つ目にボックススクワットを組み合わせてあげるっていうのは超ハードなトレーニングになるんだけど、でもめちゃくちゃこれも有効的なんか僕その2月に185キロ上げた時に思ったのが、その時にそもそも180キロからかな、持ったのがそもそも初めてで、結局185まで立てたんですけど、なんか190も担いだ瞬間は、立てるなって正直思ったんですけど、結局立てなくて、なんというかその重量に慣れてなかったというか、初めて触る重量だったので、ボックススクワットだったらやっぱりそのさらに自分の PR よりも重い重量を扱えるんで、やっぱそういうメニューって必要なのかな。そうなんだよね。やっぱり多分200キロって多分未知の世界だと思うから。未知の世界ですね、その初めて初見で200キロ担ぐのと普段から200キロ担いでるのじゃ、やっぱりこの体幹のね感じる負荷とかも全然違うだろうし、気持ち的な部分で全然変わってくるんだよね。でまあ例えばフルスクワットができない時があるかもしれない。そうするとさっき言ったレッグプレスとこのボックススクワットを組み合わせてあげると、レッグプレスで深い位置まで屈曲させてあげて、で担ぎの部分はボックススクワットでやる。担ぎの部分はボックススクワット、そうするとまあフルスクワットでやってる負荷と一緒になるから、だからこの2つだけ組み合わせてあげるのもいいのかなと思うんだよね、日によってはね。スクワットをやらずにそうだね、今日ちょっとできないな、コンディション悪いなと思ったらその2つでもいいのかなと。レッグプレスとあとボックススクワット、そうだからそれも本当になんかもう自分のコンディションを見てね、その練習をチョイスできるようになればいいと。ちなみにボックススクワットって大体どれくらいの重量に設定していくといいですか？俺の場合は
自分のそのバックスクワットをやりたい重量、加賀君だったら200キロだから200を10本、10本、そんなにできるん？そうバックスクワットって慣れてくるとその扱える重量がどんどん増えてくるから、そこぐらいは目標にしてもらいたいなと思うんだよね。具体的に僕のこの3ヶ月のなんかやり方というか見えてきましたね。めちゃくちゃこれは超有料級な動画になると思うんですが、なんか他になんかそのトレーニングもそうですし、なんか他の部分とかでも例えば食事とかなんかこういうのに気をつけた方がいいとかっていうのももしありましたら教えていただきたいです。そうだね、スクワットするときは食事のタイミングを間違えちゃうと吐いちゃうから、だから最低3時間前までには食事を済ませて、3時間前までに、2時間切っちゃうと多分吐き気を催すからだからそこ結構重要かもしれない。だから何を食べるかとかは、またそれ人それぞれだからあれなんだけど、食べるタイミングだけは本当に気を使った方がいいと思う。食べるタイミングですね、3時間トレーニングスクワットやる、3時間前までには食事を済ませておくと、あとはなんか栄養とかはなんかですかね、別に今まで通りというか。栄養はそうだね、タンパク質量は絶対確保した方がいい。っていうのもやっぱり足の筋力鍛えるってことは一番体の中で大きな部位を鍛えてるわけだから、それだけねエネルギーも必要になってくるし、トレーニングで傷ついた部分を修復するのにも素材が必要になってくるから、だからタンパク質量は確保しつつ、トレーニング前はそのエネルギーとなる、炭水化物をしっかり入れてあげる。炭水化物をしっかり取っておくと、大体そのタンパク質量って目標としてはその消化器系とかって個人差があるとは思うんですけど、大体どれくらいが目標ですかね？加賀君だと体重僕今ちょうど80キロくらいですの80だからかける3、240、そうだね、グラム数、体重のグラム数、そうだね、240グラムは最低取ってると、どんどん成長していくかなってところで。やっぱなんか240って考えても食事だけだと結構厳しい。そうだね、だからうまくプロテインを組み合わせてやっていくといいのかなって思う。プロテインを取りながら、これで200立ちたいですね。なんか夢の、絶対立てると思うよ。でもそうです、絶対立てると思う。分かりました。じゃあこんな感じで、はい、ということで本日はスクワット200キロへの道ということで、としきさんにトレーニングプログラム、トレーニング計画とあと食事など、目標に到達するまでどういったトレーニングを積んでいけばいいのかということを、たくさんお聞きしました。本日はオリンピック前の忙しい中、お時間取っていただきありがとうございました。というわけで、本日は終わりです。ありがとうございました。